日本ではマンションやアパート暮らしが多いという住宅事情により、狭いスペースでも飼える小型猫がよく注目されています。大人になってもあまり大きくならず、片手でひょいっと抱き上げることができる小型の猫はいつまでも子猫のように可愛らしいでしょう。今回は性病時の体重が比較的軽い小型猫を10種ご紹介します。人気の病種はもちろん、珍しい病種もたくさん出てきますので、今まで知らなかったマイナーな病種にも詳しくなれますよ。実は小型猫に明確な大きさの基準はありません。子猫から成長して性病になった時に、平均的なサイズよりも体が小さい種類の猫を一般的に小型猫と呼びます。猫の体重は品種や個体によっても大きく変わりますが、一般的な猫の平均体重は約4から5キロが目安と考えられていますので、性病になっても体重が約2から3キロぐらいにしかならない猫のことを指す場合が多いですね。といっても、猫の体格には個体差がありますので、小型と言われる病種でも中型と同じぐらいのサイズになるケースもありますよ。ちなみに、大型猫の平均体重は約4から8キログラムで、小型猫に比べて4倍以上になることもあります。同じ猫でも種類によって体格や体重がこんなにも違うんですね。小型猫の魅力は、妖精のように華奢で可愛らしい見た目はもちろんですが、体が小さいことで扱いやすく、集合住宅やワンルームマンションでも飼いやすいというところも挙げられます。同じ空間であっても、体が小さい小型猫の方がより広々とその空間を使うことができますし、体重が軽い分、ジャンプした時の足音や騒音も、そこまで気を尖らせる必要がないでしょう。さらには、小さい猫は鳴き声が小さいとも言われていますので、集合住宅であれば、小型猫と暮らす方が周りへの騒音が気になりにくいかもしれませんね。また、猫の食事量は体重によって決まりますので、小型猫は大型猫ほどのフード量は必要としません。その分、餌代の負担も少なくて済みます。さらに、動物病院にお世話になる機会が増えると、10kg を超えるような大型猫の場合、抱き上げたり、一緒に外出したりするのは一苦労です。一方の小型猫の場合は、体重が軽いために非力な女性やお年寄りでも一緒にお出かけしやすく、暴れたりしない限りケージに入れるのも比較的楽でしょう。では、よく知られている小型猫3種について、特徴や大きさをご紹介します。マンチカンは短足が可愛らしい品種としてご存知の方も多いことでしょう。北米原産で体重は 2.5 から 4.5kg になります。マンチカンとは英語で小さい人を意味するマンチキンから名付けられたそうですよ。アメリカのカリフォルニア州で暮らすマンチカンのピクセルはなんと世界一小さい体高の猫として2014年にギネスに登録されました。その時の体高は 13.5cm だったとか。ちなみに平均的な体高は約15から 20cm と言われています。マンチカンは突然変異で生まれた短足猫をルーツとしており、短足のイメージがある方も多いでしょう。ですが実は、生まれてくるすべてのマンチカンが短足というわけではなく、短足の子は全体の2割程度です。短足タイプ、中足タイプ、長足タイプの3種類が存在し、様々なルールのもと、交配が行われているようです。そのマンチカンは、丸みを帯びた体に長い尻尾を持っています。大きな耳と丸い頭で、体高が低く小さく見えても、体つきは筋肉質で、全体的にアンバランスなところがマンチカンの特徴です。とても明るく好奇心旺盛な性格で、社交的でもあり、小さいながらも活発で運動量も多いのだとか。低い姿勢で元気に駆け回る姿は猫のスポーツカーとも呼ばれています。足が短い子はジャンプ力も低いので、小さなキャットタワーでも十分ですね。鳴き声も小さく、集合住宅向きとも言われています。
ミヌエットはアメリカのブリーダーの手により、マンチカンとペルシャ、ヒマラヤン、エキゾチックショートヘアなどを交配させながら15年の月日をかけ、1996年に生み出された病種です。そのため、マンチカンの特徴である短い四肢と、ペルシャのようなゴージャスな長毛を併せ持っており、気品が漂う見た目が人気です。また、ミヌエットは当初ナポレオンという名称でしたが、2015年に入り、現在のミヌエットに変更されました。そんなミヌエットの平均体重は 2.5 から 4kg 程度で、少しペチャッと潰れた愛嬌のある外見と、短い足でとことこ歩く姿がなんとも可愛らしいですね。毛色や毛の長さのバリエーションも豊富な病種です。性格はマンチカンのように好奇心旺盛で、ペルシャのように飼い主さんに従順です。ちょっぴりマイペースな一面もあるので、必要以上に抱っこをすると嫌がられてしまうかもしれません。程よい距離感でコミュニケーションが取れれば、最高のパートナーとなるでしょう。小さな妖精とも言われているシンガプーラは、その名の通りシンガポール原産の病種で、自然発生した純血種の猫の中では、世界最小の病種と言われています。アビシニアンの自然交配によって誕生し、もともと下水溝でネズミを取りながら生活をしていたことから、ドレインキャットとも呼ばれているそうです。そのシンガプーラの性病の平均体重は、約2から 3.5kg と、平均的な猫の種類よりもはるかに小さいのが特徴です。大きく立ち上がった耳と、しっかりとアイラインが入ったアーモンドアイもキュートですね。さらに、ピックドタビーと呼ばれるビロードのように輝く美しい毛色も魅力で、小さくて華奢に見えますが、筋肉質でバランスも良く、運動能力に長けています。性格は他の猫と比べても非常に甘えん坊で、飼い主さんの後ろをついて回ったり、肩に飛び乗ったりと、常に一緒に行動することを好むそうですよ。遊ぶのが大好きなので、遊びを通しながらスキンシップを図ることもできます。ただし、神経質な部分もあり、環境の変化にはストレスを感じてしまうこともあります。多頭飼いはできるだけ避けた方が良さそうですね。また、熱帯のシンガポール原産であるだけに、寒さに弱い病種でもあります。気温が低くなる冬場は、暖房を入れてあげたり、湯たんぽやヒーターで温めてあげると良いですね。次に、日本ではなかなかお目にかかれない希少な小型病種をご紹介します。要チェックですよ。スキフトイボブテールは人為的に作られた猫の種類で、2011年に認可された比較的新しい病種です。なんと、長年世界最小と呼ばれていたシンガプーラよりも小柄ですよ。家庭で飼育できる病種の中では最も小さいことが最大の特徴で、トイボブという愛称で親しまれています。正式に公認されてからまだ日が浅いため、あまり知名度が高くないマイナーな病種ですね。そんなトイボブの平均体重は、性病になっても、オスで 2kg、メスの場合は 1.7kg 程度であるそう。胴体は短いですが、肩幅が広く、分厚い胸板と短い尻尾がチャームポイントです。毛色は全体的に白いですが、シャムの血が入っているため、耳、口元、四肢、尻尾には濃い色のポイントカラーがあります。また、とても珍しい病種なので、購入価格は500万円程度になることもあるそうですよ。性格は、環境に馴染むのが早く、人間好き。何が起きても物おじしない勇敢な一面があるのだとか。しかし、飼い主さんへの依存心がちょっぴり強い子も多く、お留守番の時間が長くなるとストレスを抱えてしまう場合もあります。キンカローは、手足の短いマンチカンと、耳が外側にカールしたアメリカンカールを交配して生まれた新しい病種で、日本ではマンチカールの名でも知られています。外見は、ベースとなる両方の猫の特徴を受け継ぎ、短い手足で耳が外側にカールしており、体重 2.5 から 4.5kg と小柄ながらも、筋肉質でしっかりとした骨格をしています。そして性格は、子猫のように甘えん坊で人懐っこい反面、とても賢く、
飼い主の言うことをよく聞ける知性も備えているそうです。また運動をすることが大好きなので、一緒に遊んであげると喜びますよ。毛のない猫を代表するスフィンクスと、足が短いマンチカンを人工交配して誕生したのが、無毛で短足という個性的な容姿を持つバンビーノです。一見、皮毛がないように見えるバンビーノですが、実はうっすらと桃のような細かい産毛が生えていて、皮膚の色は黒、白、ピンクの3色に分かれています。体重は約2から 4kg で、ややぽっちゃりしたお腹周りと短い手足を持つ姿はいつまでも子猫のような愛らしさがあります。その見た目と成長しても甘えん坊なその性格はまるで赤ちゃんのよう。バンビーノとはイタリア語で赤ちゃんという意味があるそうですよ。社交的で活発な性格で、時にやんちゃで飼い主さんを困らせてしまうことも。猫とたくさん遊びたいという人にはぴったりかもしれません。ただし、皮膚がむき出しになっているので怪我をしないよう配慮が必要ですね。猫界のグレーハウンドとも称されるコーニッシュレックスは、イギリスのコーンウォール州で発祥した猫です。突然変異で生まれ、シャム猫やバーミーズ、そしてロシアンブルーを掛け合わせて今の原型になったと言われています。そんなコーニッシュレックスの最大の特徴は、まるでパンチパーマをかけたような巻き毛と、逆三角形の小さな頭に大きな立ち耳です。体重は約 2.5 から 4.5kg と小さいものの、スラッとした体つきで、オリエンタルな雰囲気が漂っていますよ。性格はとても賢く社交性があり、穏やかで優しいのですが、少々どんくさいところがあるとか。また元気で活動的な病種でもあります。コーニッシュレックスから派生したデボンレックスは、猫の中でも珍しい独特のカーリーヘアを持つことから、プードルキャットの異名でも知られています。名前の由来になっているのは、発祥の地であるイギリス南西部のデボン州です。体重は約 2.5 から 4kg と、一般的な猫よりもやや小型とされ、世界的にも大変希少な病種です。くさび型の小さな顔と細い首、そしてクリクリとカールした皮毛が特徴的ですね。性格は甘えん坊で好奇心旺盛、まるで犬のようだと言われます。人や他の動物と一緒にいることを好みますので、多頭飼い向きと言えるでしょう。ラムキンは、マンチカンとセルカーレックスを交配して誕生した病種です。マンチカンのような短い足と、セルカーレックス譲りのくるくるとした巻き毛に少しペチャッとした顔つきを持ち、とても愛らしい見た目をしています。平均体重は約 1.8kg から 4.1kg 程度と小柄で、ふわふわで柔らかい毛と小さな体が、まるで子羊に見えることから、英語で子羊という意味のラムキンと呼ばれるようになりました。そんなラムキンは、穏やかで明るく、友好的な性格をしています。必要以上に鳴くこともないので、アパートなどの集合住宅でも飼いやすい病種でしょう。撫でられたり抱っこされたりなどのスキンシップを好む子も多いそうですよ。ただし、まだまだ歴史の浅い猫なので遺伝病や平均寿命などがしっかりと分かっていないというのが現状です。飼育したいと思っている方は、ブリーダーさんなどに詳しい説明を聞くことが大切になってきます。黒足猫は南アフリカ共和国やナミビア、ボツワナ、そしてジンバブエに生息する世界最小の病種です。なお、絶滅危惧種として認定されているので、家庭で飼育することはできません。足の裏側が真っ黒なため、黒足猫と名付けられたそうです。英語名でもブラックフッティッドキャットと呼ばれています。平均体重は、オスが約 1.9kg、メスが約 1.6kg と、子猫と同じぐらいの大きさ。茶色に黒い縞模様の毛柄をしており、メスの方がはっきりとした色味です。体に比べて頭が大きく、プリッと大きな目が特徴です。しかし、小さく可愛らしい見た目とは違い、意外にワイルドな一面があり、勇敢で獲物を狙うハンターでもあります。
野生で暮らすクロアシネコは普段砂漠や草原の穴の中に住んでいて、時にはキリンの頸静脈を狙って襲うこともあるのだとか。またエネルギーの消費量が多いため、小さな体の割に大食いで一晩で 250g もの肉を平らげてしまうそうです。そんなクロアシネコはアメリカの動物園に現在60匹ほどいて、フィラデルフィア動物園など複数の動物園で見られるそうですよ。さて、クロアシネコ以外は初心者でも比較的飼いやすい小型猫ですが、飼育する上ではいくつかの注意点があります。まずは狭い隙間に入り込まないようにすることです。体が小さい分、思わぬ抜け穴から脱走してしまう可能性がありますので、ドアの開閉時や足元にも気をつけましょう。また、骨格が小さい分、体重増加による体への負担は大きくなりますので、カロリーオーバーや運動不足による肥満にならないよう、体重管理にも気をつける必要がありますよ。それらに気をつけることができれば、個性的な容貌と性格の持ち主である小型猫たちとの生活は、とても楽しいものに違いありません。そんな小型猫たちに高評価をお願いします。